バウンティーハンターズ。今日は我々が追うターゲットでもなく報酬のためでもない。しかし興味深い謎に焦点を当てる。それは何世紀にもわたり陰謀論者たちを引きつけてきた物体、ブラックナイト衛星だ。この物体が何千年もの間地球を監視してきたと主張する者もいる。今日はこの謎に迫っていこう。ブラックナイト衛星が初めて注目を集めたのは20世紀半ばのことだ。この衛星は地球の周囲を極軌道に近い形で回っていると言われているが、その起源は誰にもわからない。極軌道とは地球地図の作成、地球観測、地球の撮影、偵察衛星などによく使用される軌道で、ブラックナイトは観測衛星のカテゴリーに分類される。陰謀論者たちはこの衛星が人類の歴史をはるかに超える過去から存在しており、エイリアンのアーティファクトである可能性があると主張している。さらに興味深いのはこの衛星が地球に向けて信号を送っているという説だ。1899年、あのニコラ・テスラが最初にこの信号を受信したという話がある。彼は他の世界からのメッセージとしてこの信号を解釈していた。テスラは1900年にアメリカ赤十字に送った有名な手紙の中で、実験中に説明不能な電気信号を受信したと報告している。これがブラックナイト衛星からのメッセージだと主張する人々がいる。しかし会議論者たちはテスラが最初にパルサー、宇宙の周期的な電波源を検知した人物だったかもしれないと指摘して、この推察を否定している。ブラックナイトが最初に地球周回軌道上で発見されたとされるのは1954年のことだ。当時アメリカの新聞サンフランシスコエグザミナージとセントルイスポストディスパッチ紙に掲載された2つの記事で、退役海軍飛行士であり UFO 研究家のドナルド・キーホーがアメリカ空軍が地球周回軌道上に謎の衛星を2つ発見したと主張した。奇妙なことにこの時点ではまだ人工衛星は打ち上げられておらず、人類初の人工衛星であるソビエト連邦のスプートニクが発射されるのは1957年のことだった。1960年2月11日、アメリカ海軍の高感度レーダーが地球を周回する暗い物体を捉えた。この物体の軌道は異常で79度という非常に傾いた楕円軌道をとっていた。この時期は冷戦の真っ只中であったため、多くの者がこの物体をソビエトの偵察衛星と推測した。この物体がブラックナイト衛星であると疑う声が上がったが、米海軍は最終的にこれは1959年に失われたディスカバー8衛星のカプセルの一部であると認定した。1960年代にブラックナイト衛星は再び極軌道上に出現。天文学者と科学者はその物体の重量が10トン以上であると計算した。これが本当なら当時地球を周回する人工衛星の中で最も重いものとなる。グラマン航空記者はこの謎の衛星を非常に重要視していた。衛星が初めてレーダーで検出されてから7ヶ月後の1960年9月3日、グラマン航空記者のロングアイランド工場の追跡カメラがブラックナイト衛星の写真を撮影した。グラマン航空記者は観察から得られたデータを研究するための委員会を設置したが、その後何も公表されなかった。1928年、ノルウェーの科学者たちは短波通信の実験中にロングディレイエコー LDE という現象を発見した。これは送信した信号が数秒後に遅れて帰ってくるというもので、当時はほとんど知られていなかった現象だ。1973年、スコットランドの作家ダンカン・ルナンはこの LDE 信号を解析し製図を作り出した。解読されたメッセージによると、ブラックナイトの衛星は1万3000年前にイプシロン・ブーティス星系から発生したとされる。彼はこの信号が1万3000年前から地球の周囲に存在する宇宙探査機から送られてきたものではないかと推測した。しかしルナンは後に不正確なデータを上げてこの仮説を撤回し、自身のウェブサイトでこの奇妙な衛星と自身は無関係であると述べている。ブラックナイト衛星に関する最も有名な写真の一つは1998年に NASA のスペースシャトルエンデバーが撮影したものだ。この写真には暗く不規則な形をした物体が写っており、多くの人々がこれをブラックナイトだと信じている。しかし NASA の専門家たちはこれは宇宙飛行士が作業中に噴出したサーマルブランケットであると説明している。ブラックナイト衛星に関する説は多岐にわたる。
NASA の公式写真にもブラックナイトとされる物体が写っているが、それが機能する衛星であるという確証はない。会議論者たちはこれを単なる宇宙ゴミだと結論付けている。一方で陰謀論者たちはブラックナイトの起源や能力について意図的な情報操作が行われていると信じている。真実は我々が知ることはないかもしれないが、このブラックナイト衛星は今もパラノーマルな世界の一部としてその魅力を保ち続けている。この星にいる限り未知の現象と遭遇することは避けられないだろう。This is the way.